今回は青子柳葉包丁のカット依頼、クラックが入ったところから切断してくれとのご依頼。加工前の状態は長い間使っていなかったのか全体に錆が出てくすんだ感じになってます。こちらの方も磨いてピカピカにしていこうと思います。まずは切る場所を決めていきます。クラックの根元から斜めに線を描いて、描いた線に沿ってディスクグラインダーで切断。切った断面をディスクグラインダーで削り成形したら、ディスクグラインダーにハブつけて青棒をつけて磨き上げ表面加工。ダイヤモンド砥石で刃の形を作り刃の欠けを取ったら、ここから研ぎ作業。まずはキングの旋盤にて切り刃をひたすら研いで刃を鳴らしながらコバを薄くしていく。次はシャプトン刃の黒幕2000番。こちらは切り刃を研いで裏研ぎをしてコバを最後につけていく。ここから仕上げ砥石5000番で研いでいく。先ほどの2000番の研ぎと同じように切り刃を研いで裏研ぎをしてコバを研いでおしまい。次はシャプトン刃の黒幕8000番。こちらも切り刃を研いで裏研ぎをしてコバを研いだら面直しをして砥石を平面にならします。最後に軽くコバと裏を研いだら研ぎ作業終了。仕上げ作業としてせっかく鏡面加工したので包丁用コンパウンド鏡面職人で磨き上げ、最終作業としてカワトで細かい返りとバリを取ったら終了。今回は青子柳葉包丁をクラックが入ったためカットしてくれとの加工依頼でした。クラックが入った根元から斜めにカットし形状を作り切り付け型の包丁にしました。全体がくすんで錆が出てましたが、表面加工してピカピカの鏡面仕上げの包丁に生まれ変わりました。木絵の方も汚れていたので綺麗に洗って色を塗り落ち着いた感じの包丁に、その絵の色と同じ色の鞘も製作しました。刃の方は新たに刃を付け直して研ぎ上げたのでこんなに切れる包丁に生まれ変わりました。食器専門店山根では包丁の修理や研ぎやってます。もちろん食器や包丁も販売しております。広島で包丁のことなら食器専門店山根まで。正弘店長でした。